はい、皆さんこんにちは、ゆかです。本日の動画は実用日本語20です。実用日本語シリーズでは日本人同士の自然な会話からよく使う表現が学べます。今日はレストランで昼ご飯を注文する時の表現を紹介します。今日使う動画は東京日比谷にあるレストランで撮影をしました。私と台湾人の友人が一緒にランチセットの内容を選びます。そしてその選んだ結果を店員さんに伝えます。そのような場面です。それでは早速始めましょう。最初に今日の練習の流れを説明します。以前実用日本語シリーズを見たことがある方はこの説明の部分を飛ばして直接練習から始めてください。最初に字幕がない動画を1回見ます。この時日本語の会話が全く聞き取れなくても大丈夫です。全体の流れを把握してください。その後私からキーワードを10個提示します。次にこのキーワードに注目してもう一度同じ動画を見ます。この時1つまたは2つの単語が聞き取れると思います。そして私から会話の中の重要な部分について解説をします。その後日本語の字幕がついた動画を一度見ます。最後に字幕がない動画を見ます。最初に字幕がない動画を見たとき、全くわからないと思った方も安心してください。最後に字幕がない動画を見たときには、ある程度の内容が聞き取れるようになっています。だんだん聞き取れるようになっていく過程を経験してください。それでは早速練習を始めましょう。まずは字幕がない動画を一度見ます。この時会話の内容がわからなくても心配しないでください。全体の流れを把握してください。この動画は東京のレストランで撮影をしました。このレストランではランチセットがあって、そのランチセットの内容はお客さんが自分で選びます。肉、魚、スープ、サラダなどいろいろな選択肢があります。私たちは自分が注文したものを店員さんに伝えます。そのような場面です。それでは一度動画を見てみましょう。どうぞ。このランチセットで魚を2つお願いします。で、あとパンとライスそれぞれ1つずつでお願いします。これも選べますね。サラダかポタージュどっちがいいですか？サラダです。サラダ。私もサラダお願いします。はい。はい、お願いします。お飲み物のご用意はよろしいですか？飲み物何か飲みますか？コーヒー、紅茶。ホット紅茶。ホットの紅茶です。はい。じゃあ私はアイスのコーヒー。はい、お願いします。お砂糖ミルクレモンはよろしいですか？はい、いらないです。ブラックでお願いします。はい。それではここで私からキーワードを10個提示します。こちらです。魚、パン、ライス、一つずつ。どっちがいいですか？お飲み物、よろしいですか？ホット、アイス、いらないです。はい。それではこのキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。どうぞ。このランチセットで魚を2つお願いします。で、あとパンとライスそれぞれ1つずつでお願いします。これも選べますね。サラダかポタージュどっちがいいですか？サラダです。サラダ。私もサラダお願いします。はい。はい、お願いします。お飲み物のご用意はよろしいですか？飲み物何か飲みますか？コーヒー、紅茶。ホット紅茶。ホットの紅茶です。はい。じゃあ私はアイスのコーヒー。はい、お願いします。お砂糖ミルクレモンはよろしいですか？はい、いらないです。ブラックでお願いします。はい、どうでしたか？魚やお飲み物など
何かキーワードが聞き取れましたか？それでは続いて私から重要な部分について解説をします。最初に私から店員さんにこのように言いました。このランチセットで魚を2つお願いします。このランチセットで魚を2つお願いします。レストランで料理を注文するとき、話す順番は基本的には商品名、数量、お願いします。この順番で話します。今回の場合は、魚を2つお願いしますと言いました。このランチセットで魚を2つお願いします。このランチセットではメインの料理が3種類から選べます。その中で私と友人は2人とも魚がいいと思ったので、このように言いました。魚を2つお願いします。このランチセットで魚を2つお願いします。他にもレストランで使う場面だと、例えばこのような例文があります。ビールを3杯お願いします。お皿を1枚お願いします。このように相手に料理を注文するときとか、何か持ってきてほしいものがあるときには、名詞を数量お願いします。この順番で話します。このランチセットで魚を2つお願いします。このランチセットで魚を2つお願いします。その後、続いて私はこのように言いました。で、あと、パンとライスそれぞれ1つずつお願いします。このランチセットで魚を2つお願いします。で、あとパンとライスそれぞれ1つずつでお願いします。最初のでというのはそれでという意味です。会話の時にはよくでというふうに話を続けます。このランチセットで魚を2つお願いします。で、あとパンとライスそれぞれ1つずつでお願いします。その後に主食について店員さんに伝えました。この店のランチセットではライスまたはパン、この2種類から1つ選ぶことができます。私はパンを選びました。友人はライスを選びました。そのため私はこのように言いました。で、あと、パンとライスそれぞれ1つずつお願いします。このランチセットで魚を2つお願いします。で、あとパンとライスそれぞれ1つずつでお願いします。ここでのライスというのは米を炊いて作ったご飯のことです。この店ではパンとライスというふうに選択肢を表示していましたが、ライスの代わりにご飯と表示している店もあります。ライスとご飯は同じ意味です。このランチセットで魚を2つお願いします。で、あとパンとライスそれぞれ1つずつでお願いします。そして後ろの部分、それぞれという言い方が出てきます。それぞれというのは一つ一つとか一人一人という意味です。例えばこのような例文があります。私とリリアンさんはそれぞれ違う料理を注文しました。ホテルの客室にはそれぞれ花の名前が付けられている。小学校のクラスにはそれぞれザリガニがいてみんなで世話をしました。今回私と友人は一人一人違うものを注文しました。それでそれぞれと言いました。2つ目の例文。ホテルの客室にはそれぞれ花の名前が付けられている。例えばあるホテルに客室が10あります。一つ一つの部屋に桜の部屋、バラの部屋、ひまわりの部屋というように名前が付けられている場合、それぞれ花の名前が付けられていると言います。それから3つ目の例文。
小学校のクラスにはそれぞれザリガニがいて、みんなで世話をしました。これは私の小学生時代の実際の話です。クラス一つにザリガニが1匹または2匹いて、それをそのクラスのみんなで世話をしていました。そしてそのザリガニの成長を見守っていました。これは多分学校で決まっていた方針だと思いますが、1組から5組まで全部にザリガニがいました。その場合、小学校のクラスにはそれぞれザリガニがいてというふうに言います。そしてそれぞれの後に来るずつという表現、これも日常の会話でよく使います。今回は一つずつと言いました。ずつの前に数量を入れます。例えば1個ずつ、2個ずつとか1枚ずつ、2枚ずつというふうに数量を入れます。例えば今回はパンとライスそれぞれ一つずつお願いしますと言いました。この場合はパン1、ライス1です。これが一つずつです。他にもこのような例文があります。リンゴとみかんを2個ずつ食べました。この場合はリンゴにみかんにです。これはリンゴとみかんを2つずつです。もしそれぞれの数量が違う場合はこのように言います。スプーン1本とフォーク2本を買いました。このように数量が違う場合はそれぞれの名詞の後ろに数量をつけます。でももし2種類3種類のものの数量が同じ場合にはこのようにずつが使えます。今回はライスとパンそれぞれ一つ一つだったので一つずつと言いました。で、あとパンとライスそれぞれ一つずつお願いします。このランチセットで魚を2つお願いします。で、あとパンとライスそれぞれ1つずつでお願いします。ここで私たちはメインとそして主食を選びました。で、その後私たちはサラダまたはスープを選ぶのを忘れていたので、ここで思い出してその選択をします。ここで私がこのように言いました。これも選べますね。サラダかポタージュ、どっちがいいですか？これも選べますね。サラダかポタージュ、どっちがいいですか？サラダです。サラダ。私もサラダお願いします。はい。はい、お願いします。ここで選べますという動詞が出てきます。これは動詞の基本形選ぶの可能の形です。可能形選べるのます形です。選べます。これは選ぶことができますと同じ意味です。これも選べますね。これも選べますね。サラダかポタージュ、どっちがいいですか？サラダです。サラダ。私もサラダお願いします。はい。はい。はい、お願いします。2つの選択肢の中からどちらを選びますかと相手に質問をするときの表現。A か B、どっちがいいですか？今回はサラダかポタージュ、どっちがいいですかと聞きました。これも選べますね。サラダかポタージュ、どっちがいいですか？サラダです。サラダ。私もサラダお願いします。はい。はい。はい、お願いします。どっちというのはどちらと同じ意味です。カジュアルな表現です。例えば A か B どっちが好きですかとか A か B どっちへ行けばいいですかのようにどちらと同じように使うことができます。これも選べますね。サラダかポタージュどっちがいいですか？これも選べますね。サラダかポタージュ、どっちがいいですか？サラダです。サラダ。私もサラダお願いします。はい。はい。はい、お願いします。その後、友人のリリアンさんが自分の食べたいものを言いました。サラダです。
これも選べますね。サラダかポタージュどっちがいいですか？サラダです。サラダ。私もサラダお願いします。サラダ2つと魚2つとパンとライス2つはい、お願いします。どっちがいいですかと聞かれた時の答える方法としてはいろいろな言い方がありますが、私がよく使う言い方はサラダがいいです。サラダにします。サラダをお願いします。サラダお願いします。このような言い方を私はよく使います。そして私は友人の答えを確認してもう一度言いました。サラダ。で、その後自分の選択を店員さんに伝えました。私もサラダお願いします。これも選べますね。サラダかポタージュどっちがいいですか？サラダです。サラダ。私もサラダお願いします。サラダ2つと魚2つとパンとライス2つはい、お願いします。その後店員さんが私たちの注文内容を確認しました。サラダを2つとお魚を2つとパンとライスを1つずつ。これも選べますね。サラダかポタージュどっちがいいですか？サラダです。サラダ。私もサラダお願いします。サラダ2つと魚2つとパンとライス2つはい、お願いします。ここで店員さんは1つ2つという数量を表す言葉の前におをつけていました。お1つ、お2つ。これは丁寧な印象を表す言い方です。魚の前にもおがついています。お魚。これもやはり丁寧な印象を与えます。これも選べますね。サラダかポタージュどっちがいいですか？サラダです。サラダ。私もサラダお願いします。サラダ2つと魚2つとパンとライス2つはい、お願いします。基本的には日本語の和語の前におをつけます。そして漢語の前には語をつけます。例えば今回の会話の中だとお一つ、お二つ、お一つずつ、お魚、お飲み物、お砂糖。これが店員さんがおをつけた単語です。そしてごをつける単語の例としては例えばこのようなものがあります。ご用意、ご注文、ご住所、ご家族。何におをつけるのか、何にごをつけるのかという判断は少し難しいかもしれません。和語、漢語という基本の区別がありますが、ちょっとその区別を理解するのも難しいかもしれないので、一つ一つ覚えていく方がシンプルでいいかなと思います。サラダを2つとお魚を2つとパンとライスを1つずつ。これも選べますね。サラダかポタージュどっちがいいですか？サラダです。サラダ。私もサラダお願いします。サラダ2つと魚2つとパンとライス2つはい、お願いします。そしてこの店員の確認の内容が間違いなかった、問題なかったので、私はこのように言いました。はい、お願いします。これも選べますね。サラダかポタージュどっちがいいですか？サラダです。サラダ。私もサラダお願いします。サラダ2つと魚2つとパンとライス2つはい、お願いします。続いて店員さんがこのように言いました。お飲み物のご用意はよろしいですか？はい、お願いします。お飲み物のご用意はよろしいですか？飲み物何か飲みますか？コーヒー、紅茶。ホット、紅茶。ホットの紅茶です。はい。今回私たちは飲み物を注文していませんでした。それで店員さんは料理の注文を確認した後、追加で飲み物の注文をするかどうか尋ねます。そこでこのように言いました。お飲み物のご用意はよろしいですか？はい、お願いします。お飲み物のご用意はよろしいですか？飲み物何か飲みますか？コーヒー、紅茶。ホット、紅茶。ホットの紅茶です。はい。最後のよろしいですかはいいですかと同じ意味です。このよろしいですかというのも店員さんとかホテルのスタッフとかそういった接客をする人がよく使います。よろしいですか？
はいいですかと同じです。お飲み物のご用意はよろしいですか？はい、お願いします。お飲み物のご用意はよろしいですか？飲み物何か飲みますか？コーヒー、紅茶。ホット紅茶。ホットの紅茶です。はい。そこで私は友人にこのように尋ねました。飲み物何か飲みますか？コーヒー、紅茶。はい、お願いします。お飲み物のご用意はよろしいですか？飲み物何か飲みますか？コーヒー、紅茶。ホット紅茶。ホットの紅茶です。はい。ここで重要なのは何か飲みますかという表現です。疑問詞プラスか、そして続いて文をつけるというこの形、よく使われますが、ちょっと混乱しやすい部分なので私から説明をします。何か飲みますかと聞いたとき、私が聞きたいのは何の部分ではありません。飲みたいか飲みたくないかの部分を聞きたいんです。なので答えははい飲みますまたはいいえ飲みませんです。では飲み物の種類を聞きたい場合は何と言えばいいでしょう。その時は何を飲みますかです。何を飲みますかの場合、私が聞きたいのは何の部分です。なので答えは例えばコーヒーを飲みますとかリンゴジュースを飲みますというふうになります。この疑問詞プラスかの形、何以外にも誰か、いつか、どこかというのがあります。例えばこのような例文です。会議室に誰かいますか？はい、います。誰がいますか？太田さんと坂本さんがいます。最初の質問、誰かいますか？はいるかいないかを聞きたいです。なので答えは、はい、います、またはいいえ、いませんです。そして2つ目の質問は、誰の部分を聞きたいです。なので答えは具体的な人の名前です。このように何か、誰か、いつか、どこかというこの質問の場合に聞きたいのは実は疑問詞の部分ではなくて後ろの部分です。例えば今回だったら何か飲みますかと聞いて私が聞きたいのは飲みますか飲みませんかというこの後ろの部分です。飲み物を何か飲みますか？コーヒー、紅茶。はい、お願いします。お飲み物のご用意はよろしいですか？飲み物何か飲みますか？コーヒー、紅茶。ホット紅茶。ホットの紅茶です。はい。その後、私の友人がこのように答えました。ホットの紅茶。はい、お願いします。お飲み物のご用意はよろしいですか？飲み物何か飲みますか？コーヒー、紅茶。ホット紅茶。ホットの紅茶です。はい。そして店員さんはそれを繰り返しました。ホットの紅茶で、はい。はい、お願いします。お飲み物のご用意はよろしいですか？飲み物何か飲みますか？コーヒー、紅茶。ホット紅茶。ホットの紅茶です。はい。続いて私が自分の注文を言いました。じゃあ私はアイスのコーヒー。じゃあ私はアイスのコーヒー。コーヒー。はい、お願いしまお砂糖ミルクレモンはよろしいですす。か？はい、いらないです。ブラックでお願いします。これも店員さんが繰り返しました。アイスコーヒー。じゃあ私はアイスのコーヒー。コーヒー。はい、お願いしまお砂糖ミルクレモンはよろしいですす。か？はい、いらないです。ブラックでお願いします。ここで私たちが使っているホット、アイスという言い方、これも飲み物の注文をするときによく使われます。ホットは温かい、アイスは冷たいと同じ意味です。なので、ホットの紅茶、温かい紅茶、この2つは同じ意味になります。どちらを使っても構いません。じゃ
じゃあ私はアイスのコーヒー、コーヒー。はい、お願いしまお砂糖、ミルク、レモンはよろしいですす。か？はい、いらないです。ブラックでお願いします。そして最後に私がはい、お願いしますと言いました。じゃあ私はアイスのコーヒー、コーヒー。はい、お願いします。お砂糖、ミルク、レモンはよろしいですか？はい、いらないです。ブラックでお願いします。続いて店員さんがこのように聞きました。お砂糖、ミルク、レモンはよろしいですか？じゃあ私はアイスのコーヒー、コーヒー。はい、お願いしまお砂糖、ミルク、レモンはよろしいですす。か？はい、いらないです。ブラックでお願いします。私たちが注文した紅茶とコーヒーに対して砂糖、ミルク、レモンを持ってくる必要がありますかという意味です。お砂糖、ミルク、レモンはよろしいですか？じゃあ私はアイスのコーヒー、コーヒー。はい、お願いしまお砂糖、ミルク、レモンはよろしいですす。か？はい、いらないです。ブラックでお願いします。この最後のよろしいですかは先ほども出てきましたね。いいですかと同じ意味です。お砂糖、ミルク、レモンはよろしいですか？じゃあ私はアイスのコーヒー、コーヒー。はい、お願いしまお砂糖、ミルク、レモンはよろしいですす。か？はい、いらないです。ブラックでお願いします。ここでも店員さんは砂糖の前におをつけています。でもミルク、レモンの前には何もつけていません。実はお、ごを使うときにカタカナの言葉には基本的にお、ごをつけないというルールがあります。そのため今回店員さんは砂糖の前にだけおをつけました。お砂糖、ミルク、レモンはよろしいですか？じゃあ私はアイスのコーヒー、コーヒー。はい、お願いしまお砂糖、ミルク、レモンはよろしいですす。か？はい、いらないです。ブラックでお願いします。その後私は必要がないと思ったので、はい、いらないです。ブラックでお願いしますと言いました。じゃあ私はアイスのコーヒー、コーヒー。はい、お願いしまお砂糖、ミルク、レモンはよろしいですす。か？はい、いらないです。ブラックでお願いします。必要ない場合の言い方は他にもいろいろあります。例えばこのような言い方があります。いらないです。いりません。いいえ、結構です。いいえ、大丈夫です。必要ありません。このどれを使っても大丈夫です。そして必要な場合は、例えばミルクが欲しい場合は、ミルクをお願いしますと言います。もし2つ欲しい場合は、砂糖とミルクをお願いしますと言います。それから私が最後に言ったブラックでお願いしますのブラックはブラックコーヒーの意味です。ブラックコーヒーを省略してブラックとよく言います。紅茶の場合はブラックティーもいいですが、ストレートティーという言い方もよく使われます。どれもカタカナで表示します。ブラックコーヒー、ストレートティー、ブラックティーですね。じゃあ私はアイスのコーヒー、コーヒー。はい、お願いしまお砂糖、ミルク、レモンはよろしいですす。か？はい、いらないです。ブラックでお願いします。はい。それでは続いて日本語の字幕がある動画を見てみましょう。今一つ一つの会話について勉強してきたので、ある程度内容がわかると思います。ぜひ挑戦してみましょう。それではどうぞ。このランチセットで魚を2つお願いします。で、あとパンとライスそれぞれ1つずつでお願いします。これも選べますね。サラダかポタージュどっちがいいですか？サラダです。サラダ。私もサラダお願いします。はい、魚2つとパンとライス2つ。はい、お願いします。お飲み物のご用意はよろしいですか？飲み物何か飲みますか？コーヒー、紅茶。ホット、紅茶。ホットの紅茶です。はい。じゃあ私はアイスのコーヒー、コーヒー。はい、お願いしまお砂糖、ミルク、レモンはよろしいですす。はい、いらないです。ブラックでお願いします。はい。それでは最後に日本語の字幕がない
動画を見てみましょう。今日最初に字幕がない動画を見たとき、何もわからないと思った人も、これから動画を見るときにはある程度わかる単語が増えているはずです。ぜひ自分の成長を実感してください。それでは挑戦してみましょう。どうぞ。このランチセットで魚を2つお願いします。で、あとパンとライスそれぞれ1つずつでお願いします。これも選べますね。サラダかポタージュどっちがいいですか？サラダです。サラダ。私もサラダお願いします。はい。魚2つとパンとライス2つ。はい、お願いします。お飲み物のご用意はよろしいですか？飲み物何か飲みますか？コーヒー、紅茶。ホット、紅茶。ホットの紅茶です。はい。じゃあ私はアイスのコーヒー。はい、お願いします。お砂糖ミルクレモンはよろしいですか？はい、いらないです。ブラックでお願いします。はい、いかがでしたか？最初に何もわからなかった方も、最後にはある程度わかる単語が増えていると思います。でもまだ完全には聞き取れないという場合も多いと思うので、ぜひこの動画を繰り返し聞いて耳をね、鳴らしてください。たくさん聞いてたくさん話せば、だんだん日本語の音に慣れていきます。ぜひ頑張ってください。実用日本語シリーズではいろいろな日本語の会話について紹介していますので、ぜひ時間があれば他の動画もご覧ください。またこの動画がいいと思ったら、ぜひグッドボタンとコメントもお待ちしています。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。